んにちは、ホーズライフです。ご覧いただきありがとうございます。新年最初の動画。今日は私自身の年間スケジュールお話ししてみたいと思います。皆様は今年どんな一年にしたいですか？私はですね、今年もこの2つを大切にしていきたいです。節約とシンプルライフ。今日の動画はいつにも増して独断と偏見たっぷりの内容ですが、家事の合間や移動中などラジオのようにゆるっと聞いていただけたら嬉しいです。1月、1年の土台を整える。1月は土台を作る月。今年の家計の土台を整えるべく、我が家では毎年ひっそりと家族を招集します。まずはみかんを食べるところから。お腹を満たしつつ去年の振り返りをしていきます。いくら貯められたか、うまくいったこと、うまくいかなかったこと、今年もこの時期が来たねなんて言いながらゆるりと反省会です。深刻にならないというのがこの時間のお約束。そしてここでのメインイベントといえば今年の目標決めです。今年はいくら貯めたいか、貯蓄目標を静かに共有します。そこまで決まったらもう終わったようなものです。あとは逆算をして毎月の予算を決めれば OK。 お金回りの年間スケジュール完成です。いやー、めんどくさそう思った方いらっしゃいますかね。正直に言うとこの反省会1年目は時間がかかりました。確か数日に分けてやったような気がしますね。ですが3年目ともなると不思議なものです。30分で終わります。なんだか拍子抜けしてしまって、もう終わり？もうちょっと話そうよって、そんな空気にもなります。新年心新たにお金回りの土台を作る。なんだか今年はいける気がする。根拠はありませんが、そんな自信がじわじわ湧いてくる。どんな心持ちで年を迎えるのか、案外それが一番大きな土台なのかもしれませんね。1月の間にまだやっておきたいことが2つあります。どちらも細々としたことです。でも後から効いてくるもの。まずは花粉症の薬をもらっておくこと。ちょっと早いんじゃないって思われるかもしれませんが、実は去年温暖化の影響で2月末にはすでに鼻がムズムズしていました。症状が出る前から薬を飲み始めておく。春のしんどさが随分変わってきます。薬局で買うよりも病院でもらう方が安いし効きやすい。結果的に体調も家計も守れます。そしてもう一つ、ふるさと納税の注文を早く済ませてしまいます。ふるさと納税って聞くとエビやカニ、高級食材が脳裏をかすめますが、節約中の我が家、視聴者さんに教えてもらってからずっとお米です。毎日ちゃんと役立つもの、家計を助けてくれるもの。ふるさと納税って毎年条件が厳しくなってきてますよね。それでもやらないよりやった方がずっとお得。使わない手はありません。小さな安心を今年も暮らしに忍ばせておきたいなと思っています。2月、通常運転に戻す。1月のお正月で飲んで食べて夜更かしもして、このまま一生くっちゃ寝していたい。そんな私は仕事が始まってもしばらく現実逃避を続けます。毎年のことなので1月中は見逃しましょう。でも2月、そろそろ正月モードから抜け出しておきたいところです。新しいことは始めない。特別なこともしない。
ただ普通に戻す、それだけなんですが、このそれだけが案外難しいんですよね。特に私は1月の暴飲暴食が長く尾を引きやすいタイプです。外食が増え、間食が増え、体重はじわじわ右肩上がり。一方で財布だけが軽く薄くなっていきます。なので2月はこれができれば十分です。シンプルな食事の素晴らしさを思い出すこと。なるべく家で食べることを目標にします。頑張らなくていいんです。具沢山の味噌汁、焼くだけの魚、そのままのお野菜。なんだかんだこういうシンプルな食卓が一番家計に優しいし、一番体を整えてくれるんですよね。何かを足す月ではなく、ずれたものを元に戻す月。それだけで春から先の暮らしが整っていく、そんな風に感じています。3月、持ちすぎない暮らしへ。外は冬から春へ、冷たい空気の中に柔らかな暖かさが勝り始める3月。季節が切り替わるこのタイミング、我が家では捨て活月間が始まります。この時期、花粉症の人にとってはなかなか手強い季節なんですよね。窓を開けたいのに開けられない。なので3月は外へ向かうより中に目を向ける。家の空気を整えていきます。物と向き合い、空間と向き合い、暮らしと向き合う。なんだかすごく立派な話にも聞こえますが、実際にやっていることは本当に小さなことです。一気に片付けるわけではありません。あえて時間も作りません。毎日の生活の中で、これって本当に必要？そんな問いを投げかけていくだけ。小さく小さく物の見直しを積み重ねていきます。この捨て活月間で一番大切にしているのは、自分の物差しをはっきりさせていくことです。前のシーズンで一度も着なかった服、いつか使うかもって残したのに、そのいつかがやってこない日用品。一つ一つに、これって本当に必要かなって問いかけながら、自分にとって大切なものを選び取っていきます。私にとって何がちょうどいいのか、3月はそんな風に一つ一つ確かめていく月です。これ3月というのもなかなかいいんですよね。ちょうど新年度が始まる前で、ここぞとばかりにセールの文字があふれる時期です。捨て活を通して自分の物差しがはっきりしてくるので、セールの文字で簡単に揺らがなくなります。そしてもう一つ3月にやること、備蓄の見直しです。我が家では年に2回、3月と9月に見直しをしています。ここで意識しているのは、賞味期限内にきちんと食べきることです。せっかく備えていても賞味期限切れで手放してしまったら、安心にも節約にもつながらない。使い切ることも立派な節約、そう思ってます。だいたい2週間分の備蓄を用意しているんですが、以前はこれ量さえ確保していればいいよねって思ってました。ですが最近は中身にもかなりこだわってます。非常時だから仕方なく食べるのではなくて、非常時だからこそ美味しく食べたい。自分では作らないようなものも結構あるんですよね。これも美味しかったですね。次の見直しは半年後なので、そこまで賞味期限が持たないものは少しずつ棚卸ししていきます。美味しい備蓄を選ぶようになってから、この棚卸しも楽しくなりました。我が家の備蓄がきちんと循環しているのは計画性があるからではありません。
食欲旺盛なこの胃袋のおかげです。4月、いい塩梅を見つける。真新しいスーツを着たサラリーマン、ピカピカのランドセルを背負った子どもたち。自分の環境は大きく変わらなくても、家族の環境が変わったり、周りの変化につられてなんとなく気持ちがそわそわする。4月ってなんとなくせわしない月ですよね。我が家ではこの4月を暮らしのルーティンを見直す月にしています。大事にしているのは増やしたら減らすということです。例えば4月からこれやりたい、あれやりたい、やりたいことが増えたとしたら、同時にやらなくていいことはないかなって探してみたり、欲しいものが次々と浮かんできたら、その前に手放せるものはないかなって立ち止まってみたり。新年度ってどうしても足し算ばかりに偏りやすい時期なので、あえて引き算も取り入れてちょうどいい塩梅を探したいです。最近感じるのは、足し算よりも引き算でうまくいくこと思いのほか多いなということです。去年ですね、私自身やめてよかったなって感じているルーティンがあります。寝る前のダラダラスマホやめました。寝る前ってちょっとだけのつもりが、気づけば何十分 SNS を見続けてしまうことあったんですよね。睡眠時間は削られるし、翌日は起きた瞬間から疲れてる、そんなことがしょっちゅうでした。そこで決めまして、ベッドにスマホを持ち込まない、スマホを目覚ましとして使うのもやめる。その代わりに目覚まし時計を一つ買いました。これ大成功でして、翌朝からシャキシャキ動けるようになった。気分も良くてですね、今日はなんかいい日じゃないって前向きに一日を始められるようになりました。5月、消費に頼らず満たす。新年度から1ヶ月、待ちに待った大型連休がやってきます。連休といえば遠出に外食、レジャー、買い物。一日に何度財布を出したかも思い出せない。それが以前の私のゴールデンウィークでした。それはそれで楽しんでいた私なんですが、節約を意識するようになってから休日の過ごし方がすっかり変わりました。節約中の連休って聞くと、なんだかひもじい響きがあるかもしれません。何せ遠出はしないし、買い物もしない、レジャー施設にも行きません。それって楽しいのって思われるかもしれませんが、これがいいんです。最近の連休はこんな感じ。おにぎりを作って近所の公園で春を楽しむ。一駅先まで愛犬と一緒にゆっくり散歩する。図書館で本をたくさん借りて時間を気にせずに読み漁る。夕方からは夫と一緒に料理をして、夜はささやかなおうち映画館。お金はほとんど使わないんですが、物足りないという感じはなくて、満たされている感覚がちゃんとあるんですよね。長い列に並ばなくていい、予定に追われなくていい、帰り道にどっと疲れることもない。なんというか静かで余白のある時間。節約って我慢ばかりの日常だと思っていたんですが、もしかしたら本当の豊かさを取り戻す作業なのかななんて思ったりもします。そんなことに気づける5月、とても贅沢な季節です。それから5月にもう一つやること、エアコンの掃除です。フィルターの掃除、それから電源を入れて動作確認をします。真夏になるとエアコンの本体も修理も価格が上がってしまうので、確認は5月中に済ませてしまいます。6月、
立ち止まり整え直す。新年度のバタバタが少し落ち着いて、5月の連休も終わった。なんとなく気が緩んでくるのが6月です。1月から続けてきた節約もここに来てまあいっかが増えてくる。我が家ではこのタイミングで小さな家族会議を開きます。新年に掲げた貯金の目標を思い返しながら、今の立ち位置をちょっと確認するだけです。数字を細かく詰めるというよりも、日頃なんとなく感じている違和感を言葉にしてみる。もしどこかしんどくなっていたら、思い切って手綱を緩めます。6月は頑張り直す月ではなく、整え直す月。この小さな微調整が年末までの暮らしを静かに支えてくれる気がしています。そして6月、やっておきたい小さなことが2つあります。1つ目は便座の温め機能をオフにすること。6月になるとひんやりが気持ちよくなってくるんですよね。このタイミングに温め機能をオフにする。使用状況にもよりますが、月に300円から800円ほど電気代が変わることもあるそうです。そしてもう一つ、ここ2年ほど美容院に行っていません。自分で切ってます。正直仕上がりはいまいちですが、自分で切るってなかなか楽しいです。そして多少ガタガタでも案外バレません。何よりお財布に優しい。7月から9月にかけては洗面所がサウナになるので、まだ涼しさが残る6月に済ませておこうと思います。7月、8月、涼やかに、そして健やかに。暑い。この時期に発する言葉は大体がこれです。暑さのあまり語彙力が一気に失われます。一歩外に出るだけで体力も気力もごっそり持っていかれる。ここで大切にしたいことは、いかに健やかに引きこもるか。ただ家で涼むのではありません。家の中でも機嫌よく健やかに生き抜くこと。実は去年夏の不摂生がたたりまして、大きく体調を崩してしまいました。夏楽しみにしてたんですけどね、思うように味わえなかった。今年の願いは一つです。無事に真夏を乗り越えたい。夏は特に食事面を気にかけたいです。去年の私を思い返すと、なかなかに偏った食生活でした。夏ってそれだけで食欲は落ちるし、火を使うのも億劫になりますよね。去年の私は、節約になるしいっかっておかずを省略する日が多くて、気づけば白米ばかりの日々でした。体って正直ですね。しっかり体調を崩した次第です。今年は体が喜ぶ食事を選んで、健やかに夏を謳歌したいです。ここで真夏の節約ハックを一つ。シャワーの温度を少し下げます。設定温度を 1,2 度下げるだけで、月に200円から500円ほど光熱費が変わることもあるそうです。体感はほとんど変わらない。続けやすいのが嬉しいですね。9月、秋支度と見直し。まだ暑さの残る9月初旬。ですが後半になると朝晩の空気が少しずつ変わってきます。暑さと涼しさが入り混じる、まさに季節の変わり目。甘栗に焼き芋、サンマ。私はこの季節が一番好きです。9月にやることは3月と同じです。防災備蓄の見直しと捨て活月間。同じことを同じように繰り返すんですが、向いている先はちょっと違います。3月は新年度に向けて整えるため、9月は年末前の今の暮らしと静かに向き合うため。この半年間で増えたもの、使わなくなったもの、
きっと出てきていると思います。気持ちの変化も含めて今の自分に合っているかを確かめていく。これ本当に必要かなって毎日の当たり前を見つめ直したいです。そして秋らしいお楽しみもちゃんと味わう、そんな9月を過ごしたいなと思います。10月11月、余白を仕込む。秋が本格的に深まってくる頃、夕方の空があっという間に暗くなり、気づけばもう1年の後半にいる、そんな実感がじわじわと湧いてきます。この10月11月の過ごし方、案外大事だなって感じています。何せこの先に控えている12月は楽しい予定もやるべきことも自然と増えていく月です。そんな年末、せっかくなら流されて過ごすのではなくて、一つ一つちゃんと味わいたい。なので10月と11月が肝心です。少しだけ先回りをして整えておく。年末に向けて余白を仕込んでいきます。やっておきたいことは先取り掃除といっても1日かけて一気に掃除するわけではありません。週末ごとに、例えば今日は洗面所の棚だけとか、別の日はキッチンの引き出し一つとか、そんな風に場所を細かく区切って10分程度で終わる範囲をちょっとずつ整えていきます。気づいた頃には年末に手をつける場所がほとんど残ってない、そのくらいの状態を作れるのが理想です。ここで役に立つのが9月の捨て活で手放す予定だった服です。着古した服を小さく切って窓や床、拭き掃除で使います。道具を新しく買わなくていいですし、最後の最後まで使い切れた満足感で心も満たされます。12月が近づくにつれて心にも時間にも余裕を持てるようになる。先取り掃除は未来の自分に向けたプレゼントのようなものです。そしてこの期間に済ませておきたいこと、ふるさと納税の申請。期限は12月31日なんですが、年末ってどうしても忘れてたっていうことが起こりやすい。なので10月11月のうちに終わらせてしまいます。そしてこの時期の節約ハックを一つ。寒くなってくるので温かいお湯使うこと増えますよね。我が家では朝お湯を沸かすんですが、お湯を沸かしたら保温ポットに入れておく、これだけです。日中はそのお湯でお茶を入れたり、あとはちょっとした料理に使ったり、その都度お湯を沸かさなくていいというだけで光熱費も緩やかに抑えられていきます。12月、頑張った1年にご褒美を。街にはたくさんの明かりが灯り、高揚感と活気が入り混じるこの季節。1年を締めくくる12月は走り切った自分をねぎらう月にしたいです。1年間楽しい日もあれば、思うようにいかない日もある。頑張った日もあれば、気が緩む日ももちろんある。全然完璧ではないけど、確かに生き抜いたということで、12月くらいはお疲れ様って盛大に自分をねぎらってもいい気がしますよね。とはいえ、ご褒美といっても高価なバッグを買うとか、欲しいものを勢いで爆買いするとか、そういうことではありません。もっと心の底からじんわり温かくなること、家族とゆっくり過ごすとか、久しぶりの友達とご飯でも食べながらたわいもない話をしたり、はたまた一人っきりでゆっくり一年を振り返るっていうのもいいですよね。大切な人と過ごしたり、自分自身と向き合ったり、そういう時間ってすごく贅沢な過ごし方だなって年々思うようになってきました。消費したら終わり
ではなく、後になってふとした瞬間にあったかい記憶として自分を支えてくれたりする。お金では買えないそういう時間を意識して作りたいななんて思っています。12月はケラケラ笑ってあったかい記憶とともに1年をねぎらう。それができたらもう十分すぎるご褒美ではないでしょうか。1年のスケジュールいかがだったでしょうか。大切なことは計画的に進むことではない。今この瞬間をちゃんと味わうこと。ケセラセラって肩の力を抜いて過ごすために、ほんの少しだけ見通しを持っておく。そのくらいの軽やかさでこのスケジュールを受け取ってもらえたら嬉しいです。皆様の一年が朗らかで笑顔あふれる日々になりますように。それでは次の動画でお会いしましょう。